表に。これ軟水器なんです。浄水からの軟水なんですよ。あ、浄水からの軟水。やっぱり軟水の方がよりみずみずしくて粘りのあるうどんができるんですよ。あ、粘りのあるうどん。粘りのあっていわゆるもちもちとした。はい。じゃあ塩入れます。これ何枚か入れるんで。やっぱ季節に応じてこの塩の量も変わってくる。わかります。もうほんまに 0.1%。なので生地を練る人は基本変わっちゃダメなんですよ。ああ、そう。毎日日々作って出来を見て、で昨日の出来を踏まえて今日それで調整する。なるほど。一番難しいです、練りは。よし、OK です。決まりました。ここにですね、数パーセントだけですね、5%か。これ愛媛県産の小麦ですよ。今粉だけをこう、そうだ。あれから回します。これよかったら取ってもらって。これなんでやってるかっていうと空気入れてるんですよ。空気を要は酸素が加わることによって粉が活性化し始めるんですね。要は起こしてあげる。でいわゆるこのなんだろう、圧をかけてあげることによって粉が起きるんですよ。ずーっと粉袋の中にギューッと詰められてた粉がこうやって空気に触れて圧をかけられて、ね、こうやって攪拌されることによって要は眠りから覚めるというか、でここから練っていくよみたいな、これちょっとしてあげるだけで変わるんですよ実際。でゆっくり上から取ってもらった方がいいと思いますよ。ゆっくりちょっと少量ずつ加えながら。当然ですけど均一に水を回して浸透させていくっていうのが大事なんで、一旦手前にゆっくり時間かけてやって、でちょっと奥に一回入れてあげて、これドバーッとやるとすごく偏ってしまうんですよね。
で大体もうここで分かるんですよ。この足でもう感じちゃってて今。で結局一人前のうどん職人ってどういううどん職人かって言われたら、狙った要は食感、狙ったおうどんを狙った通りに作る人なんですよ。要はダーツでいうと狙ったところにパーンといかすような、これはやっぱり一人前で、これはまあ自分でもあれですけど、狙った通りに今弾力が狙った弾力が今生まれてますね。もう分かるよね。分かります。もうこの時点で成功か失敗かって分かるんですよ。やっぱうまくいかん時もある。ありますあります。うまくいかなかった時はそれをいかに少しでも上げていくかっていう、もううまくいかなかったから終わりじゃなくて、うまくいかなかったのをどうリカバリーしていくかっていう作業になっていくんですよ。で逆に良かった時っていうのはもうそれをやっぱりしっかり落とさずキープしていく。もうわかります。もうしっとりしてて、じゃあ触っていい？どうぞ。しっとりしてるね。あ、すごいね。ほんでしっとりしてる。すごいしっとりして弾力が、これいいですね。これでだいたい150玉できました。もうね。おうどんはやっぱりもうおうどん、そのものなんですよ。ここで競ってるんで、ってなると自分の理想の食感っていうのはそれぞれ違うんですよ、みんな。俺はこういう食感、こういううどんが好きみたいな。そうよね。それって人それぞれ、職人それぞれなんで、まあ簡単に言うたら硬いうどんが好き、柔らかいうどんが好き。そうね。ちっちゃな時からうどん食べた？もちろんそれうどんで育った？うどん育ちましたね。やっぱ毎朝うどん食べよった？朝とかまあお昼とか。やっぱりあれですね、一つは昔お玉が30円40円の時代があったんですよね、僕ちっちゃい頃。一玉要はもう小学1年生でも買えるお金、金額じゃないですか。で100円出したらそのお店で食わせて、ね、くれるとこもあったりして、だから要は子供にとってはリーズナブルにうまいものを腹いっぱい食える。そうよね。それってそれが大事よね。おうどんしかないんですよ。100円でお腹いっぱいになれるみたいな。でお玉買ってきたら家で作ればもう2玉食べても60円みたいなね。それに醤油だけかけて食べるみたいな。でそれがやっぱり今はコンビニがあるけど、昔はコンビニなかったんですよね、僕の子供の頃は。そうすると近くに、僕の家の近くに大原商店っていう商店があって、そこには昼必ずうどん玉が納品されるんですよ。でそこでうどん玉を買って帰るっていうのがね、11時半ぐらいに納品されて、ある程度茹でたてのものがその商店にあって、それをもう昼間のうちに売り切れて終わりみたいな。でその時にみんな買いに行くみたいな。でそれが近くの僕は三木町なんですけど、多田製麺所さんっていうところのおうどんをその大原商店っていうもう僕の家から歩いて50メートルぐらいのところですけど、そこはそれが納品されるんですよ。だからもう一番近いうどん屋さんの茹でたてのおうどんがその大原商店に来て、それが何十円で売ってるっていう、もうそれで十分うまいみたいなね。今でもあるのそこは？多田製麺所さんあります。もう三木町で一番古いです。もう美味しいですよ。やっぱそういう思い出もあってね、それで育ってるから大人になっても食べないね、やっぱね、香川県の人は。うちらのかまぼこ屋さんなんかやったらだんだん減りよるんよ。いや、うどん屋も減ってますよ。うどん屋さんもやっぱ減りよる。後継者不足とか。後継者不足。で、やっぱりなんだろう。それは寂しいよね、でも。寂しい。いろんなね、お店の味わいがあって。だからうどん屋さんかっこいい、うどん屋さんで夢つかめるってならないといけないと思うし、ただそれはね、今後そうなっていくと僕は思ってるんですよ。入れますね。はい。熟成庫。あ、これが。そうなんです。
これはちょっとちゃんと入れてるお店って少ないんじゃないかな。ああそうなんやね、これ設定10今17度になってるけど、大体まあこれぐらいの温度で、そうです。これぐらい15度だと低いんですよ。ある程度やっぱりゆっくり熟成させた方が生地にとってもいいことやね。そう熟成庫があれば、その17度で要は2時間3時間5時間と、置いていくんで非常に安定する、年間を通して。足踏みはとにもかくにも上から下からリズミカルに。一方向終わったら次のもう一遍違う方向から4方向から伸ばすイメージですね。ちょっと触ってもいい？もちろんよ。気持ちいいね。しっとりしてるね、すごく。だから耳たぶってよくわかるでしょ。そうそう。いや丸めてるんですけど、これ生地と鍛えてるっていうで、こういうふうに戻る、反発するってことはもうちゃんと生地が仕上がってきてる、ちゃんと熟成もしてるし、足踏みすることによってちゃんとグルテンが形成されてるんで、こういうふうにこれ取ってもらった方がいいかもしれないね。この団子のね、この団子を今日1234624個。お疲れ様でした。お疲れ様でした笑顔が素敵やけん。ありがとうございます
たちは川の国であるサニキのを通じお客様に美味しさ、喜び、感動をご提供することを継続し、その大きさが一人の幸せにつながるとして前進します。はい、ありがとうございます。本日も一日どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。じゃあはい、盛り上がりです。はい、盛りです。ヤコ天理。僕から見ましょうです。僕から見ましょう。はい、ちょうどワンセット冷やし、僕から見ましょうです。はい、生かけ卵。
らしい冷たいらしいよりです。あ、冷たいだしな。いりこの香りが結構ねする。かけらしいです。かけらしい。伊吹島かね、いりこは。要はね、香川の有名やもんね。大間ですよ。はい、かけそうです。はい。上手なしてください。はいよ。はい、上天冷やかけ小です。はい、じゃあ、醤油のアスパラ。じゃあ、どうぞアスパラかき揚げ。かけまこ入れて。はい、いいからです。はい、いいです。もう近くです。はい、モールで。はい、モールで。どうもありがとうございました。どうもでした。ありがとうございました。鶏醤油でアスパラ、でアスパラかき揚げなんですけども、はい、全部入ったら丸系です。はい。どうもでした。どこ？はい、タレのごさんで。どうもでした。ありがとうございました。はい、来てます。じゃあ、ぶっかけさん。あ、安岡さん来ますよ。ぶっかけさん。ちくわさん行きますよ。ちくわさん。安岡かまぼこのちくわ。はい、ちくわどうぞ。はい。どうもありがとうございました。いや、かけそうです。
これ辛いですね。豚でパンチは豚で下がってください。村井さんにとって讃岐うどんとは？讃岐うどんってね、結局定義がないんですよ。でただそのいわゆるなんでしょう、消費者庁的な、定義はあるんですよね。加水がいくらとかそういう話あるけど、で僕の中の定義はもう決まってて、香川県で生まれた伝統の手打ちうどん。はい、これ一文字も間違えないように間違えないようにしなきゃいけないですね。香川っていうのを絶対外せないし、でやっぱりこう何百年続いてるね伝統のやっぱり食文化であると、伝統も外せない、で手打ちも僕も外せないと思うんですね。やっぱり全部昔は江戸時代も当然機会ないですから、手打ち全部手打ちじゃないですか。でやっぱりその手打ちだからこそは出せる味わいっていうのがあると思うんですね。だから手打ちうどん、はい、なるほど。だから香川伝統手打ち、この3つの要素が入ってるのが僕の中の讃岐の定義ですね。なるほど。まあこれは僕オリジナルの定義なんで、いいと思います。めちゃめちゃ熱い男で、本当に。これ逆に安岡さんとめちゃめちゃ通じるとかあると思うんですよ。そうやね。じゃこ天とかかまぼこも次の世代にちゃんと残っていきたいと思うんでね。やっぱりそのためにはしっかりいいものを。そうですね。だから伝統を大事にしながら次につなげていく作業、バトンタッチする作業。バトンを受け継いでるし、バトンを次にね受け継がなきゃいけない、渡さなきゃいけない。両方できてやっぱり本場の職人っていうか。ありがとうございます。はいはい、今、撮影終わったんですけど、朝8時から仕込み見せていただいたんですけど、開店と同時にお客さんがわーっと来て、そこからもうずっと行列、閉店間際まで、今、終わって、今から帰るところなんですけど、本当にいいものを見せてもらいました。プロフェッショナルですかね、本当に村井君、なんかこう胸が熱くなる、ところもありました。これをまた機にですね、じゃこ天とかかまぼこも美味しい商品を届けていきたいと本当に強く思いました。また頑張りたいと思います。そしたら今から帰ります。